皆さんこんにちは。メッシュクラスの手塚です。今日もポッドキャストの時間がやってきました。さて、今回のテーマは日本人の名字です。これって日本語を勉強している人が必ずぶつかる壁の一つだと思うんですよね。名字って読み方だけじゃなくてアクセントも漢字も一つ一つ覚えないといけないじゃないですか。オンラインレッスンをしていて上級になればなるほど質問される点なのですが、毎回日本人も読めないことも書けないこともあります。だから大丈夫ですとお伝えしています。だからどうか皆さん心配しないでくださいね。でも自分の名字って普段あまり意識しないですよね。ちなみに私は手塚って言うんですけど、特に珍しくもない普通の名字なので、その意味とかって今まで意識したことがなかったんです。ただ昔、手話を習っていた時のことなんですけど、手話で名字を表現するとき、塚っていう漢字は毎回お墓を意味する形で作るんですよ。だから手話で自己紹介するときは毎回お墓を作らないといけないというか、もっとかっこいい名字に改名したいな、なんて思ったりしましたね。では、今日もこのテーマでひなちゃんとりくさんに会話をしてもらいましょう。今回皆さんに注目して聞いてほしいポイントは2つあります。1つ目は、なぜ日本にはこんなに名字が多いのか。そして2つ目は、名字が多いことのメリットは何かという点です。では、早速聞いてみましょう。このポッドキャストでも自然な表現がたくさん出てきますが、メッシュクラスのアプリでは教科書にはない日本人がよく使うフレーズを AI と練習できるコースや日常会話でよく使う単語を揃えたコースがあります。ぜひ一度使ってみてくださいね。ねえねえリクさん、日本って名字の種類めちゃくちゃ多くない？確かにそうだね。世界の国々と比べても日本の名字の種類の多さは特徴的だと言われているよね。ひなもそう感じる？感じる。もう学校とか職場で新しい人と会うたびに、初めて聞く名字ばっかりで、毎回へーってなってる。リクさんの周りにも珍しい名字の人とかいる？いるね。例えば高梨さんとか秋梨さんとか、読み方を聞いて初めて意味がわかるみたいな名字は特に面白い。わー、それめちゃくちゃかっこいい。なんか漫画のキャラクターみたい。私の名字なんて普通すぎてつまんないんだもん。まあでも一般的な名字の良さもあると思うよ。覚えられやすいとかね。ひなはなんで日本にそんなに名字が多いと思う？へえ、なんでだろう。なんか昔の人が適当につけたとか、この山俺のだから俺の名字は山だみたいな。まああながち間違いではない部分もあるかもね。もともとは地形や職業、住んでいた場所なんかが由来になっている名字が多いから。そうなんだ、じゃあ田中さんは田んぼが多いところの中に住んでたとか、山本さんは山のふもとに住んでたとか。そういうことだね。明治時代に国民全員に名字をつけなさいという法律ができた時に、それまで名字を持っていなかった人たちが周りの景色とかから名前を借りて名字にしたという経緯があるから。へえ、それ面白い。じゃあもし私が明治時代に生きてたら、元気とか笑顔とかポジティブな名字にしたかったな。それはさすがに名字としては認められないんじゃないかな。ひなはそうやって自分の名字を決められるとしたらどんな名字がいいの？悩むな、でもせっかくだからちょっと可愛くてでも珍しいやつがいい。例えば星屑とかどう？可愛くない？星屑、それはかなりファンタジーだね。読み間違えられそうだ。じゃあリクさんは、もし名字を変えられるとしたらどんな名字にしたい？僕は変えたいとは思わないけど、もし変えるなら響きがスマートでどこか知的な印象のある名字がいいな。月影とか
ふわー、りくさんそれ絶対モテるやつ。ずるい。まあ僕は今の名字で満足しているから。でもこれだけ名字の種類が多いと、同じ名字の人に出会うと逆になんだか親近感が湧く時があるよね。わかる。私も田中だよみたいな。なんか初めて会った気がしないんだよね。うん、こう考えてみると、改めて日本の名字の多さってすごい文化なんだなって思った。はい、聞けたでしょうか。一つ目の質問です。なぜ日本にはこんなに名字が多いのか。これはリクさんが話していました。明治時代、つまり今から約150年前の時代に、国民全員が名字をつけるようにという法律ができて、その時にみんながそれぞれ名字をつけたからでしたね。二つ目の質問です。名字が多いことのメリットは何か。これは二人の会話の最後の方で、同じ名字の人に会うと親近感が湧く。初めて会った気がしないと言ってましたね。確かにそうかも。では、今日も重要なフレーズを4つ紹介します。まずはこちらのフレーズから。ってなってる。これは、嬉しい時も困った時も、心の中をそのまま言葉にして使える便利なフレーズです。これは例をたくさん見てみましょう。最近ハマってるドラマ、展開が読めなくて、次の放送までずっと、あの後どうなっちゃうんだろうってなってる。猫に高いおもちゃを買ったのに、それが入った段ボールばっかり夢中で、そっちかってなってる。こんな風に心の声をそのまま言うことができます。次は、めちゃくちゃです。これは、とてもやすごくをもっとカジュアルに、そしてもっと強く言いたいときに使う言葉です。良いことにも悪いことにも使えて、普通じゃないレベルだという気持ちを伝えます。会話で使うと、感情がすごくストレートに伝わる便利な言葉です。例えば、見て、推しのアイドルの新しいミュージックビデオ。やばい。今回のダンスめちゃくちゃかっこいい。こんな風に、とてもでは表せないレベルの気持ちを伝えられます。さあ、3つ目です。とかどう？例えば、こんな感じのアイディアがあるんだけど、一つの例としてどうかなって誰かに提案するときに優しく言えるフレーズです。例えば、今日の夜ご飯作るの面倒じゃない？たまにはピザとかどう？相手も、もうちょっと違うのがいいなとか、自分の意見を伝えやすい言い方ですよね。では、今日最後のフレーズ。会話の流れを面白くする接続詞。逆に。普通に考えたら A だけど、反対に B という面白い結果になるって言いたいときに使います。会話の中では、これだけ名字の種類が多いと、同じ名字の人に出会うと、逆になんだか親近感が湧くときがあるよね、と言っていました。普通なら、珍しい名字の人に会うと、珍しいって思うけど、その珍しい名字の人同士が出会うと、逆に仲間だって思うと、面白いですね。というわけで、4つの重要フレーズを解説しました。自分の気持ちや意外な発見を伝える言葉って面白いですね。では、もう一度、さっきのリクさんとひなちゃんの会話を聞いてみましょう。勉強したフレーズがちゃんと聞き取れているか、どう使われているか確認してみてください。ねえねえリクさん、日本って名字の種類めちゃくちゃ多くない？確かにそうだね。世界の国々と比べても日本の名字の種類の多さは特徴的だと言われているよね。ひなもそう感じる？感じる感じる。もう学校とか職場で新しい人と会うたびに、初めて聞く名字ばっかりで、毎回へーってなってる。リクさんの周りにも珍しい名字の人とかいる？いるね。例えば高梨さんとか秋梨さんとか、
読み方を聞いて初めて意味がわかるみたいな名字は特に面白い。わあ、それめちゃくちゃかっこいい。なんか漫画のキャラクターみたい。私の名字なんて普通すぎてつまんないんだもん。まあでも、一般的な名字の良さもあると思うよ。覚えられやすいとかね。ひなは、なんで日本にそんなに名字が多いと思う？へえ、なんでだろう。なんか昔の人が適当につけたとか、うん。この山俺の、だから俺の名字は山だみたいな。まあ、あながち間違いではない部分もあるかもね。もともとは地形や職業、住んでいた場所なんかが由来になってる名字が多いから。そうなんだ。じゃあ田中さんは田んぼが多いところの中に住んでたとか、うん山本さんは山のふもとに住んでたとか。そういうことだね。明治時代に国民全員に名字をつけなさいという法律ができた時に、それまで名字を持っていなかった人たちが周りの景色とかから名前を借りて名字にしたという経緯があるから。へえ、それ面白い。うんじゃあもし私が明治時代に生きてたら、うん元気とかうん笑顔とかポジティブな名字にしたかったな。それはさすがに名字としては認められないんじゃないかな。うんひなはそうやって自分の名字を決められるとしたらどんな名字がいいの？悩むうな。んでもせっかくだからちょっと可愛くてでも珍しいやつがいい。例えば星屑とかどう？可愛くない？星屑。それはかなりファンタジーだね。読み間違えられそうだ。じゃあリクさんは、うんもし名字を変えられるとしたらどんな名字にしたい？僕は変えたいとは思わないけど、もし変えるなら響きがスマートでどこか知的な印象のある名字がいいな。月影とか。ふわー、リクさんそれ絶対モテるやつ。ずるい。まあ僕は今の名字で満足しているから。でもこれだけ名字の種類が多いと、同じ名字の人に出会うと逆になんだか親近感が湧く時があるよね。わかる。私も田中だよみたいな。なんか初めて会った気がしないんだよね。うんこう考えてみると改めて日本の名字の多さってすごい文化なんだなって思った。はい。いかがでしたか？きっと皆さんを悩ませている日本人の名字の問題、少し面白く感じられるようになったかもしれません。今度日本人と初めて会った時は、珍しい名字ですねって言ってみると話が弾むかもしれませんよ。ぜひ使ってみてくださいね。メッシュクラスのアプリでは今日紹介したフレーズのように日常会話で日本人ネイティブが使うフレーズを AI と練習できます。ぜひ試してみてくださいね。それではまた次にお会いしましょう。バイバイ。